皆さん、こんにちは。みきこです。私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。皆さん、元気ですか？このポッドキャストの収録は10月27日にしているのですが、昨日から娘が体調を壊しています。来週の日曜日には日本人の友達がインドネシアに遊びに来てくれるので、今のうちに体調を整えとかなきゃって思ってます。私の友達はあまり海外旅行に慣れていないので、飛行機のチケットを自分で取ったり、ビザの申請をしたりするたびに、ドキドキするって言ってました。海外旅行はドキドキワクワクですね。はい。ということで、今日は感情表現に使うオノマトペについて5つ紹介しようと思います。ドキドキとかワクワクは聞いたことがあるんじゃないでしょうか。結構よく使いますよ。では、まずワクワクから話しますね。明日の旅行が楽しみでもうワクワクが止まらないとか、新しい仕事が始まると思うと少し不安だけどワクワクしているみたいに使います。ワクワクの意味は期待や喜びなどで心が弾み、落ち着かない様子のことです。ワクワクはもともと水が湧くのようにエネルギーが内から外へ放出される要素を表す湧くが重なった言葉とされているようです。ワクワクの語源については私も知らなかったのですが、ポッドキャストで話すためにいろいろ調べていたら出てきました。私もとても勉強になりました。それからドキドキですが、今日は彼と初めてのデート、ドキドキするとか、面接は緊張してドキドキしたけどうまく話せてよかったみたいに使います。緊張や不安で心臓が速くなる感じを表します。JLPT の試験の発表もドキドキしますね。あ、バンジージャンプなんかもドキドキしますね。でも、チャレンジするという意味では、ワクワク、ドキドキって感じかな。ドキドキとちょっと似たような言葉で、ハラハラという言葉もあります。例えば、サッカーの試合を見てハラハラしたとか、サスペンスの映画で後ろからこっそり犯人がついてきているのを見てハラハラしたみたいな感じで使います。スリルのある場面や不安な場面で使います。危険な状況を見て悪いことや大変なことが起きないか心配する様子を表します。ドキドキに似ていますが、主に外から見ている視点での緊張感を表します。それから次はちょっとネガティブな感情を表す言葉ですが、イライラするなんかもよく使います。レストランの待ち時間が長くてイライラしたとか、車の渋滞にイライラしたとか、車の渋滞は私も結構イライラしちゃいます。イライラは物事が思い通りにならなかったり、不快なことがあったりして、神経が高ぶって苛立っている状態を表します。私は忙しすぎて余裕がなくなっちゃうとイライラしちゃいます。今の生活は結構時間にゆとりがあるので、あまりイライラしませんが、
仕事をたくさん抱えていたときはイライラしていました。それから、これもネガティブな感情を表す言葉なんですが、もやもやするなんかもよく使います。例えば、友達と喧嘩して気持ちがもやもやしているとか、上司に叱られてその理由がわからずもやもやした気持ちが続いているとか、答えがわからなくてずっともやもやしていたけど、やっと解決したみたいな感じで使います。もやもやの意味は、はっきりしない、すっきりしない気持ちを表します。はい。今日は感情を表すオノマトペを5つ紹介しましたが、聞いたことがある言葉はありましたか？ワクワク、ドキドキ、イライラあたりは聞いたことがあるんじゃないかな。会社で働いていると上司がイライラして機嫌が悪いとか、会社あるあるだと思います。ネガティブな感情はあまり感じたくないですが、ワクワクのような楽しい感情は心が喜びますね。皆さんは最近ワクワクしたことがありますか？私は最初にも言いましたが、もうすぐ日本人の友達に会えるのでワクワクしています。はい。ということで今日はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ほなまたね。